はい、内山浩一のザ・ゴトチャンネルです。はい、よはい、よろしくお願いします。ろしくお願いします。今日はまだ何をするにも決めてませんし、どなたはい、もまだ来ておられないみたいな感じ。あ、来られたかな。来られたかな。来られたような感じもしますね。はい、早いですね。はい、話を聞いてみたいと思いますけども、その前にね、うん。少し政治について少し話をね、エリナさんとさせていただければなと思うんですけど、政治について、はい。うん、ちんぷんかんぷんですか。ちんぷんかんぷんです。エレナさんは。でも少しはわかるでしょ少しぐらいはね。う。今ね、本当に自民党さんがね、自民党総裁を決めるための選挙ということで、動き始めているんですけどね、はい。岸田さんが、出ないということを、表明されたもので、そうですね。はい、次から次に、なんて言いますかね、名うん、前を挙げといて、うん、うん。様子を見るっていうようなことをやってる感じがしますね。名前を挙げといて様子を見る。うん、一応言っといて。そうです、そうです。それがね、本人が言ってんのか、それともマスコミが言ってんのか。ああ、うん。それがわからない？本人の意向なのか、それともマスコミの意向なのか、よくよく見てみないと分かんないところがありますね。なるほど。うん。ということは、マスコミが誘導してる可能性がある？可能性ありますね。おお。で、これは、偶発的にできるもんでもないし、うん。多分何らかの意図があって、シナリオが書かれてると思うんですね。うーん。うん。うんうん。で、ああ、うはい。んうん。まそず広げることによって広げといて、はいはい。ああでなもない、こうでもないと言わせといて。うん。そして、じわじわとこう絞り込んでいって、その絞り込んでいく中でもいろんなドラマが起きますのでね。うーん。ドラマをこう、放送できますね。マスコミ的に面白い面白いですね。ということですね。はい。また実際的にもそういったこと起きてますし、うん。作り上げることもできますし、なるほど。うん。そしたら、非常にね、うん。視聴率を稼ぐことできますよね。それはもう政治家本人というより、マスコミの側の作戦というか、そういうこと。そうですね。いや、もちろん政治家本人の作戦もありますけども、うん。マスコミとしてはもう、絶対これを使ってね、視聴率上げるっていうのはもう絶対やることですよね。それはね、うん。ある意味ちょっと、当然かもしれませんけど。そうですね、劇場型になりますよね。ですね。うん。で、ね、YouTube の方たちのいろんな話を聞いたりとかしてましてね。うん。いや、批判的な方結構多くて、ああ、うん。そうでしょうね。あんまり推奨する人は少ないのかもしれませんけどね。そうですね、今、うん。非常にこの圧力が非常に強くなってましてね、はい。その圧力に耐えきるだけの政治家がいるかっていうとこですね。それ、うん。圧力っていうのは？外国からの圧力ですね。アメリカ外とか、国からのイ外ギリスと圧ですか。かのね。ううん。ん。それからそれヨーロッパがね、からの圧力ありますね。今大変だと思いますよ。うで、安ん。倍さんがね、殺されたことによって、うん。物が申せなくなってますね。そっかそっか。うん。そうすもると、うん。日本国民のことを考えないという形になりますね。考えられないっていうか、えられないんでしょうね。そこを中心にした政治はできない感じになってますね。ねえ。まあ、多分そうなんだろうと思います。うん。その中で、うん。YouTuber の方たちがいろいろ言っておられるけども、うん。ね、自分たちがなった時に何ができるかってなってくると、うん。難しいですよね。難しいですよね。はい。命がけになってできるかっていう人が何人おるかですね。そうですね。うん。うん。それにグループ作ったとしても、みんなが命がけになってできるかっていうところになってくると、うん。やはり歯抜けになってきますよね。私の歯みたいにね、ポロ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 。ほんと、そこまではなかなかやっぱり、
持てないっていう人は多いでしょうね。ね、で、政治家になったっていうことで、今度はまた次自分が通りたいってことになりますんで、うーん。変わってきますよね。うんうんうん。実はね、自民党さんの議員さんの中でもかなりの方がね、本当は志持って出られたんですね。うんうん。でも、そうでしょうね。流れの中に、入っていってしまって染まってしまうんですね。まあ、世襲議員はね、違うかもしれませんけど、一般的な形のそういう方は結構見受けられますね。はい。うん。ね。うん。いいざ自分がなってみたら、その実際の状況というのを目の当たりにつけられた時に、うん。それまで言ってたことが実行できないというようなことを悟って、だんだんそうです。とおとなしくなっていく。そうです。っていうそしてことは、次の選挙に通りたいがために、うん。うん、世間受けのいい方向に流れていってしまいますね。なるほどね。うん。選挙対策ですか。そうですね。うん。まあ、そうじゃない方もおられますけどね。なかうん。なか、そうなってくると今度はマスコミが取り上げないですね。ああ、うん。難しいですね。うまくマスコミを利用している人は、なんか通りやすいそうとかね。ですね。はい。うん。ある一定の勢力を持たないとダメだってことでしょうね。なるほど。個人ではちょっと難しいという。難しいんでしょうね。なので政党を作らなくちゃダメですね。政党を作っいくつたら国会でも発言権がありますんでね、ある程度人数が集まれば。はいはい。うん。はい、政党政治になってますからね。あ、それは、新人さんの話ですかね。はい、新人さんたちでもでうん。すね。ううん。ん。そうですね。うん。政党を作らなああ、いと物言えない。そうですそうです。ですからね、私が思うには、今、この国を憂いている方たちいっぱいおられると思います。はい。そして個人個人で、政治活動しておられる方たちもおられますよね。はい。そういう方たちをできればね、大きな方向性で一つにまとめることができれば、はい。政党を作ることがいいかと思いますね。うーん。もちろんお金が相当かかりますよね。かかりますでしょうね。うん。ね。当うん。然。でも、政党を作るということで、まともな選挙であればそんなにはかからないんですけど、結構かかるのはかかりますけどね。すごいかかるみたいですうん。よ。かかりますよね。はい。うん。だからどういう風な選挙の仕方をするかっていうところが、違うっていうのと、それから政党を作ると宣伝ができるんですね。宣伝？宣伝。うん。コマーシャルですね。コマーシャル。はい。うんうん。それができますね。うん。それとポスターがね、はい。選挙前にも出せるんですよ。へえ。政党としてのポスター。あ、なんか出てますよね。出てます出てます。はい。ね。うんうんうん。はい、政党としてのポスターですね。掲示板ですうん。ね。うん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 。で、これ掲示板として出せますので。ああ、そうですね。見たことありうん。ます。うん。はい。ですから個人で出る場合は、それが出せないので、あ、慈善活動ができないですね。そっか。で、うん。政党として出すなら、その個人の写真を載せててもいいんですね。そうですね。選挙出ますってことじゃなくて、その方うん。が講演会をするとかね。ああ、そういう形で。うん。そうですそうです。なんとかが訴えるとかね。うーん。いついつ講演会とかね。講演会、開催中とかね。はい。そんな風な形で、広告は出せますね。そっか。うん。うん、じゃ、これは、選挙活動ではなくて、政党うん。活動になりますんでね。政党活動だったらいいんですね。いいんですね。うーん、そうなんだ。はい。それとかマスコミでの、コマーシャルも、政党活動だったらいいですね。ああ、はいはい、見たことありますよね、コありマーシャル。ますよね。はい。うん、うん。自民党はなんとかをやりますとかね。そうね、党首がね、はい。喋ってますよね。ですね。うーん。
それから、新聞広告とかもできますね。ああ、うん。確かに、個人だとそれはできないのか。できないんですね。ああ、そうなはい。んだ。うはい。ん。地方の政党を作る方もあるんですね。地方政党と言ってね。はい。地域政党ですかね。あ、地域の、うん。なんとかをする会みたいな？そうですそうですそうです。うん、ふんふんふん。そんなのあったらいいですね。ああ、そういうのを作ればいいんですね。うん。ええ、いっぱいありしっかりますよね、そういうの。ありますね。はい。うん。で、それで、選挙管理委員会に届け出るか出ないかによって政治活動かどうかっていうのが分かりますね。ああ、そうなのか。よくうん。そういう名前書いたうん。車が、何か走ってるの、うん。見たことありますよ。なんちゃらの会。右翼とかもありますよね。それもいいんですね。はい。届け出であればですね。あればね。うはい。ん。で、本当はね、スピーカーの音量も決まってるんですけども、あ、そうなんだ。大体決まって何デシベルって決まってるんでデシベル。すけどね。はい。うん、そうなんですね。デシベルですね。はい。デシベル。久しぶりに使った。はい。でもなかなかね、測るのがね、めんうん。どくさいよね。そうですよね。測る、場所によって全然違ってきますもんね。はい。デシで、ベルが。警察測るときボリュームちっちゃくすればいいしね。もう合ってないがごときですね。はい、そういうことです。はい。だと。うまあ、ん。そんな感じで、まあ、今のね、政治で選挙の流れから見ると、どうしても既存の、政党の方が有利だとうん。いうことがうん。ありますね。それそう。うん。まあ、そんな感じで政党の方が有利だってことで、個人から出ると非常に不利だということになりますんで、うん。やはりね、みんなでね、集まって、ある程度の政党っていう形でね、はい。うん、やっていかれた方が精力的にも面白いし、マスコミもね、取り上げやすいかと思うんですね。あ、確かにね。うん、ただね、そう。以前、航空の科学さんになられましたけども、はい。マスコミを批判してましたんでね、はい。だからマスコミ取り上げなかったですね。ああ、やっうん。ぱりね、そういう風にするとね、なかなかうん。取り上げていただけない。うん、だからその方たちが通ったら自分たちのマスコミがね、騙されるってことですからね。うん、だから、報それ道できないですね。嫌ですよね。うん。フェアでね、ちゃんとやるべきだと言っても、やはり批判されてたら難しいのかなって感じもありますまあ、ね。そりゃそうでしょうね。うん。うん。まあ、なかなか難しいところありますけども、わかりますまあ、ね。マスコミの方たちも巻き込みながらね、うん。うん、できればと思いますけども、まあ、マスコミの方巻き込むのは難しい、なかなか難しいと思いますんで、誰か退職はい。してくれとかね、あればいいんですけど、退職？マスコミをね、からね、やめていただいて、選挙に打って出るんだ、なってくるとね、うん。まあ、マスコミも言わざるを得なくなってくるだろうし、ああ。それからね、芸能人が入ってくれればまたね、目立つし、うん。そういう戦略を取られていけないでしょうね。あの、自民党さんでもそういうことをね、最初はい。に言い始められたではい。すよね。や芸能人。ってます。はい。ね。はい。うん。だからまあ、みたいな。誰でもいいってわけじゃなくて、やはり本人とその政策的なところがある程度大うん。筋でね、うん。合ってるかどうかってところが一番でしょうね。そうですよね。うん。それに女性であったら美人の人とかね、はい。なんかうん。そういう、うん、ですね。カうん、でバー的。もまあ、やはり政策ですね。政策かどうかってところで、だから、どんなにね、嘘ついてもやっぱしバレますからね。まあ、そのうちね、分かってきまはい。すからね。分かってうん。くるし、それが大変なことになったりとかしますんで、うん。はい、なんとかのたぬきとか言われて、大騒動になりますんでね。それでも、あの、もう最後の最後に出馬するって言って、ポーンと軽く通っちゃうっていうさ、そういはい。うパターンもね、ありましたから。はい。はい。うまあ、名前がん。売れてると、ね、通るっていうのもありますね。うん、そうですね。うん。通りやすいですね。うん。うん。まあ、そういった大きな流れっていうかな、まあ、若者も含めて、大きな流れを作らないと、今の日本を変えるのは難しいところがありますね。うん、うん。
うん。今なんかAI を使って、うん。ええ、やっていく、そのちょっと若手のね、うん。方たちですごい、うん、票を集めた人もいますし、うん。新しい戦い方みたいな感じもしますね。そうですね。うん。で、うん。全国っていうか、東京のうん。あの、ポスターの掲示板に全てに貼った人がいたんですよ。はい。それなんかもすごい、ボランティアさんがね、動いてくれましたね。はい。うん。ねえ、それとか、それもゲーム感覚で、あの、そうですみね。うん、やったっていう、そういうことを考えてやる人もいうん、うん。ましたね。うん。うん。そういった、戦略をね、練る方もいたでしょうし、人を集うん。める方もいたでしょうし、ね、うん、そういったのがね、組み合わさってくるとできるのかなっていう感じしそうでますね。すね。うん。だからどこかで、全国でね、そういう動きを起こせば、うん、一定の割合で、通ってくる方がいるのかなと。そうですね。うん。で、ある程度のね、当選者が出てくれば、うん、政党としてね、物言え始めますので。そうですよね。うん。あれ、5名以上でしたそうっけ？ですね、5名以上ですね。ね、国会議員。はい。5名以上になってくると、お金が出るという政党ことですね。となってね、認められはい。ると。はい。うーん。だからその5名がいないと、うん。諸派っていう扱いでしたもんね。そうですね。うん。はい。だから5名以上をやはり必要ですね。うん、そうでうん。すね。政党うん。名を言ってくれないというね、うん、うん、そんなことになっていました。うん。うん。それは自由ですよね。もう本当に今はね、マスコミを誰が縛る人もいないし、マスコミがこうだって言えばそうなってしまいますよね。うーん、うん、世論の流れをね、うん、作ると思うんそうですね。ですね。はい。うん。で、それもやはりマスコミはマスコミなりに長年かかって培ったものですよね。うん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 。うん。それをね、やはり、一生懸命努力はされたところだとは思いますね。うん。ね。でも、うん。新しい何かニューリーダーみたいなうん。人が出ないと、うん。突破口がないっていう感じがするんですよね。うん。それはマスコミが、認めるニューリーダーですね。そうですね。みんなにこう受け入れられるようなね。うん、違います。違う？マスマスコミ？コミに受けられるニューマスコミが認めるニューリーダーです。ああ、そうすると、そこから広がるっていうことで？そうです。うん。で、できれば脇の甘い方がいいですね。脇の甘い方。うん。ニューリーダーとしてガーッと盛り上げといて、うん、部数をガーッと伸ばして、うん、で、その人がこう動き始めて、うん。盛り上げてきた時に、ドンと落とす。落とす。うん、そうするとまた部数がガーッと伸びるっていう。へえ、そういう作戦？うん、面白いですね、そうするとね、いっぱい売れますよね。いっあぱい記事も書けますしね。あ、ああ、うん。それ相当な兵法ですか？でも普通にやってるところですね、マスコミが。そうなんですか。バッと上えげといて落とえ、ええ。す。そう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 。落とされ脇た脇が甘いとね、脇が甘いと落とされる。そういう自然になりますよね。うん、こう目立ってくると、その人の欠点も見えてきますよね。あ、そうですよね。それはいろんな人がいるから、なんとかね、嫉妬してね、うん。なんとかこいつを撃ち落としてやりたいって人も出てきますんでね。それは何とでうん。も作り出すこともできるし、見つはいけはい出してね、はい。ちょっとした小さなことでもね。はい。だから表の方は表の方として持ち上げときながら、うん。そういう方たちでちゃんと裏で動いて、うーん。見つけといてうん。で、時期が来たらそれを出す。出すというね。ええ、そうすうん。るとまた伸びる。売り上げが。視聴率が上がる。そうですそうです。ああ、そのためですか？そういうことも可能性としてあるっていうことですね。うん。なるほど。いろんなことが考えられますんで、そうん、れでね、マスコミとしては、よくやられるのが、みんなで話し合いして、じゃあ今度どういうふうな選挙として打っていくかっていうことをみんなで話し合って、
うん。で、そこで、順番に回ってきた、マスコミの会社のところが中心になってやるっていう形で。うーん。そこのうん。方針に従って、全体の方針が決まってしまうっていう。うーマスコミん。全体が同じ方向にダーッとこう報道しますね。あ、そうですよね。同じ方うん。向ですよね。ですね、バラバラにならないですね。うん、各社揃っている。そうでうん。すね。はい。うん。ですからマスコミの力っていうのは、こう一つに方向性にぐっとこう、あ、そうなんだ。なんはい。かもうハンデを押したように同じ書き方だったりする場合もそうですね。あるみたいだはい。し、はい。うん、言ってることはもう同じ、とにかく。うん。うん。だからうん。マスコミとしては、自分たちのところにやはり部数が売れることが正義ですから。ああ。うん。会社っていうのはそういうところですね。自分のところの会社の売り上げが上がればいいわけですよね。利益がまあ、それはそうです。取ればいい。自尊追求ですから。はい、株式会社っていうのはそういうとこですからね。そうですようん、それをね。一生懸命やってるというね。ああ、そっかそっか。うん。うん、だそういうことでうん。すね。会社がこの世の中に対する使命っていうのもあるかもしれませんけど、今はそれよりも利益の方が先ですね。えうん。え、うん。だって個人もそうでしょう。自分の利益になる方向に選挙を入れるし、自分のね、いい方向に、意見を、集約取り入れ確ますよね。かに確かにそうでうん。す。だから耳障りのいいことを聞きたいし、うん、厳しいことは聞きたくないしっていう。うん。そういう方向にマスコミも当然動きますよね。うん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 。そしたらそういう形に今みたいな形になりますね。ああ、そうか。視聴率が取れないと、コマーシャルのね、料金取れませんのでね。うん。うん、そうなってきますよね。ああ、だからそうん。の運営するね、のに必要な、はい。なんというか、損益分岐点みたいなところ、はい。そこをちゃんとクリアしないと、うん。成り立たないと、会社が。はい。そうです。特に今ね、売り上げが非常に落ちてますんで、うん。非常に厳しい、利益が非常に取りにくい状態になってますんで、マスコミも非常に厳しい状況なんですよね。そっか、だからいくらうん。正義とはいえ、売れないような記事は書けうん。ないし、書けないですね。放送できないんですよね、そんなこはい。とは。はい。ですから、うん。マスコミがどうのこうのって批判している方たちいっぱいおられますけども、うん。本当は視聴者に合わせてるのが多いかなっていう感じますね。ああ、視聴者がうん。何に関心を持っているか、そうですそうです。うそれん、に合わせている。そうです。で、最初はそれやってたんですよ。次にどうなっていくかっていうと、もうそれに合わせてるのが難しくなってくると、うん。じゃあ視聴者の考え方を誘導しようって形なんですそう、ね。誘導するってことが始まりはい。ますよね。はい。うん。誘導することによって、視聴者の方たちが自分たちのところ、ついてきてくれるっていうう形。ん、これそうですね。自然とそういう流れになりますよね。そうですね。どっちに流れていくか分かんないっていうのを追いかけるよりも、自分たちで引っ張っていった方が早いですね。早いですね。面白はい。いしね、はい。そんなそれも。形になってますね。うーん。だから流れ的には自然とそうなっていくという。はいはい。本来ならそれを止めるのは誰かっていうと視聴者の方たちなんですけども、うん、視聴うん。者ね。うん。で、視聴者の方たちが耳障りのいいのがいいと、面白いのがいいってなってくると、もうそっちの方にずっと流れていってしそうでまいます。すよね。視聴者は個人個人ですからね。うん。だから国のありようっていうか、全てのことを国のありようっていうのはやはり国民が作ってるっていうこと。うん、国民が主体ですからね。はい、そうですね。うん。だから、新しい国を作らなくちゃいけないんだとかね、私も言ってますし、うん。YouTube でも皆さんこの国をなんとかしなくちゃいけないっていうふうに一生懸命言っておられますけども、うん。やはりどれだけ、国民の方たちにアピールできるかっていう、皆さんの意見をね、集めることができるかっていうところでしょうね。そっか。じゃあ、うん、その、うん、この国を何とかしなくちゃいけないっていう、その国のところうん、に、個人うん。個人っていう言葉国民、を当てはめると、はい。この個人を何とかしなくちゃいけない、一人一人を何とかしなくちはい、ゃいけない。国民一人一人に訴えかけていくしかないという。そういうことですよね。そのためにはどうするかっていうところが出てくるでしょうね。うーん。やはり個人でやるよりも、グループでやった方がいい。うーん。で、やっぱ政党を作った方がいいんじゃないかっていうところですね。結局そういうとこ行くんですはい、ね。ですね、はい。うーん。まあ、原口議員大変なとかね、一生懸命頑張っておられますね。誰？
原口議員ですね。あ、はいはいはい。はい。さん、はい。ね、それとかね、うん。なんとかの会、桜の会、桜チャンネルかな。いろんな方おられますよね。チャンネル桜チャンネルさんとか桜か。ね。うん。ね、うん、それそうとか、ですね。日うん、本この神社チャンネルとかおられますね。忍者チャンネルの方もすごい頑張っていらっしゃいますよ。皆はい。さんそれで、なんかスローガンを最初にね、言って。はい。そうですね。うん。はい。んで、そうですね。なんだったですかね。なんとか萌えさん。あ、深田萌さん。深田萌えさんですね。うん。はい。佐藤沙織さんも政党っていうか作っておられますね。ああ、女性うん。も頑張ってますね。頑張ってますね、すごくね。ねえ。うん。よく、ね、勉強もしておられるし、あちこち実そうそ際にう。うん。足を運んで、うん。現地を見ておられたそうりとか、ですね。いっはい。ぱい、うん、されですね。てるから、はい。言葉に力がありますよね。はい。うん。もう少しね、自民党がガタガタになってくると、自民党から出てくる方たちも多いかと思うんですけどね。うん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 。そうなってくるとね、その方たちがまとまれば、一つの政党ができますね、また。ああ、そうですね。うん、でも、まあ、重鎮クラスの方たちがうん。まだたくさんいらっしゃるので、うん。利権も握ってますからね。そうなんですよ。ね。うん。だからそこからの、やうん。っぱり圧力っていうのは、そのうん。党内での圧力、うん、っそう、うん。ていうのはあると思いますね。それから行政に対する力もありうん。ますね。影響力って言いますかね。そうでしょうはい。ね。うん。うん。結構強いみたいですもんね。いろいろありますけども、うん。うん。多くの方ね、やはりね、政党をね、作っていくという方向がいいんじゃないかっていうことで、私提案させていただきます。おう、はい。はい。YouTuber の方いっぱいね、おられるかと思いますけど、私がね、生意気なこと、こんなこと言っていいのか分かりませんけども、政党を作りませんかっていうところです。一緒にやりませんかって言ってます？そうですね。はい。みんなで一緒にやることができればいいなと思ってますね。あ、はい。その政党は一体どういうね、うん。理念で、どのうん。方向に向かうものなんだろうっていうのをうん。言わなくちゃ集まりようがないですもんそうでね。すね。もう私は大きく言って一つだけ、うん、神仏を、うん。うん、敬う人たちが集まってくれればいいなと思ってますね。神仏を敬う人たうん。ちが集まってきたらいいな。そうですね。はい。うん。神仏のことなんて知らんという方は、もうちょっと、それはあなたの個人的なところからもうちょっと違いますねってとこですね。じゃあ、その神仏を敬ううん。方が集まってくる意義うん。というか、なぜそれがいいのかっはい。それはていう、ですね、個うん、人的な意見で、自分の個人の意見で国を動かそうとせずに、うん、うん、大いなるもの、神様たちはどう思ってんだろうかなという。うん、そして自分が悪いことしたら神様たち見てるんだとかね。はい。うん、そういうなんて言いますか、ブレーキが効きますよね。ああ、はいはい。うん、だから悪いことができなくなりますね。確かに。ううん、だん、から神仏の存在っていうものを認めて、うん、そして天上界の、神仏は日本の政治どういうふうに望んでるんだろうという、そのはい。天上界の手足って言っちゃなんでしょうけどね、うん。忖度しながら忖度って言っておかしいですね。少しでもね、そういう方向に、人間ですからね、なかなかできませんけども、はい。少しでもそちらの方向に、努力しようと、うん。いう方たちが集まってくれるといいかなと思っています。なるほうん。ど。個人の考え、個人の、なんて言いますかね、その常識とか正うん、義とか、うん、うん、それではね、やはりそうじゃない方もおられますので、はい。うん、天上界の意見はどうかと。確かうん、にそうか。個うん、人の考えだと、個人の利益中心うん、に考うん。えがちですもんね、やっぱり。そうですそうです。はい。ね、同じうん、考えの人ばっはい。かり集まって。ね。で、うん。ここではね、例言取れますけども、他の方たちそれできませんよね。うん。あじゃあどうするかっていうと、私の意見を聞きたくないですね、みんなね。うん。あ、だからどうするかっていうと、自分の心の中に良心っていうのがあると思うんですね、良いはい、心。はいはい。ううん。ん、この良心にね、うん。最低でも従うっていうところですね。
良心に従う。はい。心の中にある良心ですね。そう、それは、パパとかママとかそういう良あ、心じゃない。パパとかママの良心じゃなくて、心の中にある良い心ですね。良い心。そうですそうです。自分の心の中にある良い心。はい。みんな分かってるんです。悪いことしたら分かってるんです。みんな分かってるはずなんです。もう言われなくても感分かってじてまるんです。すよね。はい。あとはね、自分が「いや、そんなことないんだ」って、あとは表現は三次元的ないろんな条件でもって言ってるだけであって、そっか。そういったのを取っ払って心の中の良心に従って、ね、やっていただければいいかなというふうに思ってますね。昔の人はよくほら、おうん。天道様が見てそうです。るとか、そうですそうでね、す。はい。そういう言い方してましたね。はい。じゃあ、今からね、ちょっと時間ギリギリ押してきましたんで、これで終わりたいと思います。はい。はい。本日は霊験することなく、ぐだぐだと話してしまいました。そうですね。またよろしくお願いします。はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。高明です。はい。はい。お父さんの守護霊さんになりますかね。そうです。あ、そうですか。はい。はい。高明さんの時代にはい。持ち越した問題。持ち越した問題。それを引き継いでると思うんですね、問題集が。はい、はい。はいはい。ですから、高明さんの時のちょっとそういったエピソードなんか教えていただけませんか？はい。木々の生い茂った、深い山でした。ちょっと無理をして登ったと思うんですね。足を滑らして落ちたんです。落ちました。はい。足の骨を折りました。上がれなくなってしまって、それっきり。あ、そこで亡くなられたんですか？そうでした。多分そうです。私の記憶はもうそこで、途絶えてますね。だから今の痛み、足の痛みはそこの骨の骨折のところですか？多分そうでなかろうかと思いますね。なるほどね。はい。